去年から言い出してやっとりますもんね。これがやりたかった。これがやりたかった。多分100分の1で並ぶの世界初ですよ。ああ、そうそう。これなんですよ、これ。並べたかったんですよ、僕。猪木さんのダブルゼータと。箱組もそうですよ。プラバンとか、プラバンと合わせて、内側で固定して、これも。君のやつが見やすい、すごい見やすいようにやってもらって、本当に感覚持ってかっこよく置いてもらえるはずです。これが見たかった。これ1年待って。ざっと9ヶ月。ちょうど1年ぐらいですよね。去年の作品展の時にネクストっていう学校で、いよいよ2人でやるぞっていう発表がね、発表はそうです。次は連邦版で、基本的にジオン好きの2人がそこが面白いと思うんですよ。そこが面白いんですよ。見てもらう方も面白いかなと。発案されたのは高橋宏樹さん。僕は連邦作るなんて思ってもみなかった。2人で作るぞって夢が、ついに実現して実現しましたね。最高です。まさにジオンの最高。もういうせずは連邦なのに。連邦なのにジオンの最高。さあ作ったのは自分はこのニューガンダム、近藤先生のデザインによる近藤版ニューガンダム試作型という説もあるんですけども、ジオンの最高に出てくる宿敵サザビーとの戦いを演じたニューガンダム、長年の夢でした。マスターグレードのニューガンダムをベースにしておりますけど、結構古いキットなんで今はなかなかマスターグレードのニューガンダムってどれだろうっていうイメージあるんですけど、当時のキットを使って中身ですね、中身に使ってるような感じなんですけど、ほぼ原型はないような。足に一応形が見えると思うんですけど、でもタイミング自体全部変えてありますんで、実際に形と大きさだとかバランスは全部変わっています。あとふくらはぎのこのパーツが本来ならここ装甲の中にあるんですけど、このバーニアを大きくした都合上このむき出しの装甲にしてあるんで、この辺は形は多分似て非なるものになってると思います。だいぶ苦労しましたよね。結構その胸の形状ですよね。キットからその叩き台って言ったんですけど、胸自体はもう叩き台も何も中にもこのニューガンダムの内部フレームだけ入ってるんですけど、外部の装甲は全然使えるところがなかったんで、実際この胸2回ぐらい作り直して、で胸から作り始めて肩に行って、で下半身に行った時に実際に下半身とバランスが合わなかったんですよ。この足の長さだとかが。なのでこの足首の軸をこれ二重関節にして、単純には長くなんですけど、実際に位置がずれながら長くってこう言葉でなかなか難しいんですけど、それでやっとこう立った時にバランスが合うっていう状態。それはちょっとストレートにいかなかったと思うんですよね。そこのすり合わせが形ができてから直したところ、ちょっと苦戦したところでした。何より顔も特徴的なこのでも顔ははっきりはニューガンダムを使ってないんですよこれ。もうこれガンダムマーク2の頭パーツを使ってまして、そうなんです、そうなんです。ただ使ってましてといってもこう全部この外側のパーツも全部削って作り直して、頭のひさしのこの部分もプラ板で作り直したんで、実際にはプラ板と瞬間接着剤とパテの塊ですよ。外れるんですけど、ニューガンダムの顔ではないですもんね。そうです。こう横から見てもらうと分かるんですけど、こうスズメバチのような、僕のイメージとしてはスズメバチなんですけど、もう中も見ていただくと分かるんですけど、パーツの残骸しか
実際にはガンダムマーク2のプラ材が残ってないです実際には小さくしていったんですよ。どんどん削って裏打ちして削って裏打ちして削っていくうちに最終的にはもうこの瞬間接着剤とパテしか残ってないっていう塗装する前透明でした瞬間接着剤の塊だったんで。そうなるほどね。この首元のこの辺なんか結構ごちゃごちゃしててすごいかっこいいんですよ。大好物です。細かいごちゃごちゃごちゃってした感じが大好物なんです、バックパックのこの辺とかもすごいはいはい。見にくいところまでこうディティール入れててすごいんですよ。尊敬する近藤先生のデザインでもいじっていいところだと思ってるんでであとまあすごいいい感じにこうグラデーションかかってそうしてますよね。これも僕ができないところです。ちょっと80年代90年代を意識してこれですごいメリハリがボディラインにメリハリがついちゃって、はいはいはいすごいいい雰囲気が出ちゃうんですよね。バックパックはでも一番楽しかったところですよね、全くもう別物ですもんね。はい、一応元には使ってるんですけどあ、流用はしてるんです利用してますけど、今このスリットが入ってるんですけどか。ああ、はい。スリットの入ってた部分が本来この上にあるこのパーツこの四角いマイナスモールドの入ったパーツ、はいこれがはまってたんですよ本来の元々のガンダムニューガンダムでそのパーツを外したところに空洞ができてでその空洞にスリットを入れるのを思いついたもんでその空洞にスリットを入れてなおかつこの実際はもっと幅がこう狭かったのを広げて、はいここにニューガンダムバズーカがつくんですよね本来はバズーカがここにはい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 でもバズーカつけるために広すぎてすごいかっこ悪かったんで、はいで近藤先生のデザインとも違うんで狭めてで内部にこの装甲パーツを足してこれ実はファンネルなんですけどここにファンネルのパーツをこれですねマイナスモールドがついてるから分かんないんですけどファンネルの先のパーツを装甲材としておーまあ設計としてはサイコミを使ってない設計なんですけど装甲材としての使い方もあったのかなとそんな発想ですね。なるほどそうか余談ですけどここが一応あ、こ外れるんですね。れ一応稼働するようにビームサーベルとして使わないんですけどひろきさんに「ここ稼働するんですよね」って言われちゃって僕稼働する気なかったんですけど「しますよ」って言ったもんでまあしますいいですよね。しましたもうそういうお互いのプレッシャーの掛け合いがもうたまんない。そこがまた楽しいところでなるほど。そんなところでしたでは一方ダブルゼータですね。基本は近藤版。近藤版ですね。近藤版なんですけどちょっと小林版やら過渡期版やらいろいろフレーバーを散りばめながら自分好みのプロポーションにしちゃってますね。僕大体その重心を下げるのに足を大きくするんですけど、この子も足を前後方向に13ミリぐらい前後方向に伸ばして横から見た時に足がでかく見えるように前後でここまでやったのは初めてですね。まあ一応これも左右方向に幅で2ミリぐらいは2ミリ一番太いところで4ミリですね。4ミリ太くなってますけど。まあ基本プロポーションでいじらないとこないですもんね。そうですね。結局バランス調整でやることがどんどん増えていっちゃう感じですね。ここも最高ですねああ、そこは小林版を意識してこれですこのディティールのまとめ方最高ですねこれ右足左足内側外側で4箇所あるんですけど、ね4箇所分のパーツ集めるのが大変でした。もうこの版作る際はディテールパーツはもう湯水のごとくああ、使わないと何を使ってるんですか。これはバンダイのレドームのパーツについてる配線とかセンサー関係の部品ですよね。そこがメイン。1個に1つしかついてないパーツそうですそうです。なので1袋分で一気に使っちゃいました。ですよねもうここですこここの胸のこのディティールあとあ、やっぱここもう作りかけの時からもうここ見て惚れ込んでますけどこの部分のこの胸の装甲とあとこのひさしのこの出っ張りこのサイズ感がもう
最高です。これぞ近藤先生のダブルゼータ。これも結構調整して下側を削って小顔にしてますね。胸は前後方向で3ミリだったかな、3ミリ延長して、はいさらに胸のパーツには表面に1ミリプラバンを貼ってこう削り込んで表面が R になるように。もともとのプラムはこうカクカクしてるんですけど、ちょっとこうボコンって膨らんだ雰囲気を出したくてはい板圧を追加してその分削り込んで R にしたっていう。これぞ近藤先生の漫画のコマが浮かぶんですよ。僕漫画のコマが大好きで、もう常にそれを意識して作るんですけども、ここを見ると初めて出た時のダブルゼータがここにもちろんこれ重火器も相当変えそうですね、このビームベライフルースにはなってるんですか？ベースにはなってます。ベースのパーツを使った感じ。もともとこれ円筒状なんですけど、はい近藤先生のやつは断面形状がこう卵型っていうか楕円形なので、それを再現するためにそういう改造をしてますね。後ろがまた重いんですよ。相当重いですよねこれ。重いんですよ。この辺は小林先生のダブルゼータをちょっと意識して、この白い部分プロペラントタンクですね。これは小林版の方についてるんですけど、これがかっこよかったんで追加してます。ハイパービームサーベルなんかもキットパーツじゃなくて別のパイプ状のパーツから太く長くしてあって、ここの基部もそうですけど、この辺も自分で他のプラモの部品使って作ったり、あとこの辺の羽とかもプラ板で作り直して大型化したりしてますね。あとこの真ん中のスタビライザーもこれも実はもうプラモデルの部品一切使わずにプラ板とレポパテで、あとはパイプ状のパーツ部品ですね、それを使ったぐらいで、今回変形は殺して作ってますけど、いやでもこの連邦カラーって難しいじゃないですか。あれですよね、白で重量感出すっていうのが難しいですよね。そこですよね。白を重く見せるっていうのはなかなか今までに特にやってない発想だったんで、思いついたのがグラデーションとそうですわ。グラデーションをかけることで単調な白の面が暗くなったりでこう出っ張ってるところが明るくなったりがやりやすかったので、グラデーションでメリハリをつけようかなと思って最終的にはこの形に落ち着きました。なるほど。高橋さんはとりあえずは重量感を出しつつ、体色までいかないですけど、ちょっとこうくすんだ感じにしたいなっていうのがあって、くすんだ感じにするのに明るくしていくんですけど、赤って明るくするとピンクになっちゃうんですよね。今回すごい気に入って、この赤の色がすごい自分で気に入ってて、ギリギリまでオレンジみたいな赤っていうか、限りなくオレンジに近い赤、これですね。実はこの青の部分もう実は一回作り直してて、青みをもうちょっと増そうということで、ちょっと追加で青を足して、青みをちょっと強くしましたね。今日はなんかいいものを見させていただきました。ありがとうございます。次の近藤版を期待しております。はい、頑張ります。お楽しみに。世界中が待ってるんで。軸ジオン。軸ジオン。軸ジオンって連邦ですね。連邦だ。連邦だ。まだ見ぬ夢の続きを空かかるもやに紛れて消えてく左朝日が照らすまだ切り取る景色が違って見えて変わらない朝を演じて隠しきれない昨日のじわり痛む傷は風にくるませて次に何行くんでしたっけ？次ですか？次はまた一応ガンダムタイプ。次は140分の1ですよね。100分の1でいくんです？僕はもうマスターグレードしか作らないといけマない。ジっすか？これダブルゼータと並べるつもりで144分の1を作ろうかな。ゆらりふわり風に揺れるスカートためらう発色物や目黒濡れた花の名前思い出しながら
月は